ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。お正月も終わってしまったわね。9連休なんてすぐだな。学生の頃が懐かしいわね。昔すぎて記憶にないだろ。気分はいつまでも学生だわ。レ夢ムの頭の中はいつもお花畑だな。そんなに褒められたら照れちゃうわ。それで、今回はどんなお話かしら？新年最初のロレックスマラソンの感想を話していくぜ。値上げの影響なんかも気になるわね。今回は大阪マラソンの話をするぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。少しでも興味を持った方がいましたら、励みになるので、チャンネル登録をお願いいたします。ゆっくりしていってね。大阪の正規店には、いつ行ったの？正月の早いタイミングで行ってきたぞ。じゃあ、すごい混んでたんじゃない？人出は、東京より多い印象がしたな。11時ぐらいから回り始めたんだけど、混みそうだったから、今回は梅田から回ってみたぜ。梅田は人手が多そうよね。人出はほんと多かったし、阪急も大丸もすごかったな。じゃあ、ロレックスも大行列ができてたんじゃない？最初に阪急梅田本店に行ったんだけど、街は2組だったな。意外ね。阪急自体はすごい人出だったから、少し拍子抜けしたな。値上げの影響かしら？時間が早かったのもあるかもな。それで、どうだったの？女性の販売員さんだったんだけど、あえなく撃沈したな。あっけなく終わったのね。在庫確認もすぐに終わったな。新年一発目から前途多難な予感がしてくるわね。日本ロレックスは休みだと思うから入荷もないだろうしな。言われてみたら、そうよね。ならなんでマラソンしてきたのよ。まあ、習慣みたいなもんだな。出ないと分かってて行くなんて病気よね。なんか、もやもやして、出かけたくなるんだよな。それを病気というのよ。言い返す言葉が見つからないな。大丸梅田はどうだったの？人出はすごかったけど、ロレックスは5組待ちだったぜ。なんだ、並びがあって安心できたわね。大阪は詳しくないから感覚の話になっちゃうけど、人出の割には少なく感じたけどな。そうなのね。昨年行った時の方が人出は少なかったけど並んでたな。それで、肝心の希望モデルはあったの？あったぞ。嘘？表のショーケースにたくさん展示されてたのぜ。なんだ、焦ったじゃない。嘘は言ってないのぜ。確かにね。気になってた背景は、大丸梅田店だったのね。ここの店長は狙ってやってるよな。今回もショーケースにデイトナは展示されてたの？今回も並ぶ位置のショーケースにデイトナがずらっと、後ろのショーケースに追いパペがずらっと。絶対に煽ってるよな。怒るお客さんがいそうよね。いると思うぞ。結局、マリサに売ってくれる追いパペはなかったのね。レ夢ム、言い方にトゲがあるぞ。ごめんなさい。でも、ショーケースを見てると、そう言われてる気がするよな。気のせいよ。次はどこの正規店に行ったの？次は、アベノハルカスまで行ってみたぜ。天王寺まで行ったのね。街は一組だったな。前回も並びはなかったわよね。前回は、朝一で行ったけどな。普段からあまり並びはない店舗なのかもな。正規店でも並びができる店舗とできない店舗があるわね。ちょっと不思議だよな。それで、アベノハルカスはどうだったのかしら？アベノハルカスも手応えは良くなかったな。きっとまだ入荷がないから売りたくても売れないのよ。レ夢ムの前向きさを見習わないといけないな。マリサも頭の中を花畑にしないとダメよ。それは、ちょっと遠慮しときたいのぜ。次はどこの正規店かしら？難波で降りて、高島屋ウォッチメゾンに行ったぜ。前回は並びがあった正規店ね。難波も人出がすごくて、高島屋もすごかったな。ロレックスはどうだったの？ロレックスも、20組以上並んでて驚いたぞ。高島屋ウォッチメゾンはどこも並んでるわね。日本橋も、いつも並んでるよな。希望モデルが買える確率が高いのかしら？実際はわからないけど、並び時間が長いと購入した人を見かける機会も多いから、購入しやすいように錯覚することはあるんじゃないかな。この日も購入している人がいたの？購入していたファミリーがいたぞ。そうなのね。どれくらい並んでたのかしら？50分ぐらい待ったな。U 字に並んでたんだけど、通路を越えて店舗側にも、パーテーションが置かれてたから、反対側にも並ぶのかもな。それだけ待ってたら、購入を見かける機会も多くなるわね。購入できている印象が刷り込まれるのかもな。マリサはどうだったのかしら？5分も経たずに退店したのぜ。悲惨ね。名前を登録してもらってるからな。名前を言って在庫確認してもらうだけだから早いんだ。ちょっと、物足りない感じもするんじゃない？並びを裁くのに効率化は必要だとは思うけど、寂しい気持ちがないと言えば嘘だな。やっぱりそうよね。最後は心斎橋に行ったのね。今回は難波から心斎橋まで歩いたけど近かったな。ほんと大阪はランナーさんにとってマラソンがしやすいわね。
正規店が1店舗もない県もあるから、ほんと羨ましいよな。最初はどっちの正規店に行ったの？大丸心斎橋から行ったぜ。心斎橋も人手は多かった？大丸は人手が多かったけど、ロレックスは4組だけだったな。前回もあまり並んでなかったわよね。今回もすぐに入店できたぞ。さばきが早そうね。在庫確認から戻ってくるのも早かったな。じゃあ、残念ね。レイムも、正規店並みにテンポが早いな。私も正規店で働こうかしら？面接で落ちるぞ。わからないじゃない。レイムが販売するかの基準は、イケメンかどうかだろ？他にどんな基準があるのよ。もういいのぜ。最後は歴史や心斎橋に行ったんだけど12組並んでたぞ。前回とは違ってたのね。路面店だから、外で並ぶのは寒いんだけどな。お正月からランナーさんは大変ね。新年の運試しみたいな気持ちでマラソンしてると思うな。新年から希望モデルが購入できたらラッキーよね。良い一年になりそうな気がしてくるよな。それで最後の運試しはどうだったのかしら？最後も在庫確認はすぐに終わって終了してしまったぜ。新年から服は来なかったのね。何度も言うけど、入荷もないと思うから期待も薄かったぜ。それで、今年最初のマラソンはどうだったのかしら？人手に比べてランナーさんは少ない印象を受けたな。ただ、お正月から回るランナーさん自体が少ないだけかもな。そうよ。ちょっと病気だと思っちゃうわよ。私はこたつでね正月を満喫してたわよ。結果は、レイムの過ごし方が正解だったかもな。こたつは最高よ。でも、行ってなかったら落ち着かないから仕方がないぜ。もう発作みたいなものね。マラソンしたら治る発作だな。他にも感想はある？値上げしてサービス応対がどうなるか気になってたんだけど、今回に関しては変化はなかったな。そうなのね。空いている時は、もう少し会話ができたら嬉しいと思うな。うまく会話を振らないからじゃない？話が得意な方じゃないから、そこは仕方がないな。今年もテクニックより回数で覚えてもらう作戦しかないわね。下手な鉄砲も数っちゃ当たる。当たらないのがロレックスだけどね。まあ、チャンスは4月から6月だと思ってるぜ。なんか、理由があるの？新制限ルールで購入した人から抜けていくだろ。それはそうね。強制的にマラソン禁止期間になるわよね。一番早く制限に入った人が昨年の12月16日だから、6月15日までは抜けていく一方だろ。そうなるわね。それと、4月頃に新作の発表があるから、その少し前から様子見に入る人もいると思うんだ。制限に入ってから、新作モデルで欲しいのがあるかもね。昨年も、GMT マスター 2126710GRNR は、発表から1ヶ月ぐらいで販売されてた気がするぜ。発表前まで購入できてなかったら、新作も気になるわね。新作発表で、もっと欲しいモデルができた人は待つしな。だから4月から6月ぐらいまではチャンスだと思ってるのね。そうなんだけど。何か困ることがあるの？考えたくないけど、もし新作発表のタイミングで廃盤になっちゃったら、絶望的に難しくなると思っているぜ。それは考えたくないわね。廃盤後にプレネが上がる可能性もあるから、そうなると転売ヤーの参戦ももっと増えるからカオスだな。今でも人気で買いづらいのに、そうなったらもう無理かもね。廃盤モデルにならないことを願っているぜ。とにかく早く購入して安心したいわね。話が変わるけど、シチズンの新作を見て感じたことを話すぜ。どんな時計なのかしら？シチズンシリーズ 8NB603351E。なんか、ごちゃ混ぜな腕時計ね。そこは置いておいて、ゴールドメッキについてなんだ。今回の値上げで金無垢の高騰がエグかっただろ？欲しかった人からしたら悪夢よね。まだまだ金相場は上がると言われているし、金無垢が買えないだけじゃなく、作れないメーカーも出てくるんじゃないかな？発売しても高すぎて売れないメーカーもありそうよね。雲上やロレックスは大丈夫だろうけど、資産性を考えると、難しいブランドもあると思うな。そうかもしれないわね。数年後には金メッキのモデルが増えるかもと思ったんだ。ファッションとして取り入れたいシーンもあるわよね。ドレス系で一本はゴールド系を持っておきたい人もいるよな。金無垢は今までも高額だったけど、さらに高額になるしね。来年もデートな金無垢が 20% 上がる可能性もあるよな。ほんと、恐ろしいわね。金無垢高騰の話題は今後も続いて注目されるから、今より金メッキ加工は見直されていくんじゃないかな。昨年までに金無垢を変えた人が羨ましいわね。ほんとだな。今回の小話はいかがでしたか？少しでもチャンネルに興味を持ってくれた方がいましたら、チャンネル登録&高評価。すごく励みになるのでよろしくお願いするのぜ。動画の数も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、もう一本視聴していただけたらすごく嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。